セラさんは来日して何年目うん。になりますか？今年で4年目です。大学の時からずっと日本語を勉強して、日本で働きたいなと思いまして、で、卒業してから、大阪に、引っ越しして、本宮市、の国際交流員として、市役所で働いてました。で、そこで、佐藤先生と、会って、で、日本語をいろいろ教えてくれまして、で、当時は、一級の勉強をして、資格の、取得の準備をしてましたので、先生のおかげで、合格しましたので、とても嬉しかったです。英国と日本の関係で、その間の架け橋になって、翻訳をしたり、通訳をしたり、あとは市民向けの例えば英会話教室をやったり、英国の文化理解講演会とかいろんなイベントもしてました。今の会社は、四国電力の子会社でして、もともと電気メーターの、会社だったんですけれども、それからいろんな機械、マイクロ波関係、半導体、いろんなロボット、とか機械を作る会社になりましたので、例えばJA の農業とか大学とかとコラボしながら新しい、機械を企画したり作ったり、ベトナム人3人とあと私イギリス国籍の人1人です。でその他に、派遣社員、インドの方2人とベトナムの方1人います。主に3つあると思います。1つ目は、柔軟性。例えば、その外国人、日本人と外国人が一緒に働く中では、やっぱりこう異文化の交流なので、例えば自分で当たり前と思うこと、そっちが当たり前と思ってることは自分が考えたことないかもしれないので、そういうケースが多いので、こう話し合いながらお互い合わせたり、柔軟性を持って、で2つ目がコミュニケーション。コミュニケーションは母国語でも大事だと思いますけれども、日本語の環境で日本の企業で働いているときはやっぱりコミュニケーションが大事ですね。例えば、自分が言いたいことをよく伝わってるかどうかもわからない時もありますし、本当に理解しているかどうかを確認した方がいいと思います。やっぱりメールも、届いてなかったとか、この人知らんとか、だから結構スルーしやすいので、あと3つ目はお礼を言うのがいいと思います。例えば日本語もとても丁寧な言語なので、わざわざ来ていただいてありがとうございましたとか、あとは挨拶、おはようございますとか、お疲れ様でしたとか、気をつけていってらっしゃいっていう、そういう結構言葉が大事なので、この人は話しやすいなとか、この人はいつもありがとうって言ってくれるかとも思ってると思います。で、最後に笑顔ですね。いつもスマイル。今は貿易実務の研修と、あとマーケティング検定の資格の取得に向けて勉強中です。今の会社では社内でプログラミング教室、もありますので、たまに参加して、そういうプログラミングの勉強もしてます。週末は、結構、そのトライアスロンの趣味を持つ人のグループと一緒に参加させてもらって、練習をしてます。で、今年も大会ありますので頑張りたいと思います
初トライアスロン大会になりますので、はい、今はそれに向けて練習してます。頑張ってください。Do your best. Don't give up. あんまりこれでいいんですか？なんか、すごくやり直した。バッチリバッチリありがとうございます。